こんにちは、バラリアスです。今回は室内管理におけるハオルチアの水やりのタイミングについてお話ししていきます。正直なところ環境や個体によっても大きく異なるので一概には言えないんですけど、タイミングを知る方法を6つ紹介しますので、何か一つでも参考になればと思います。基本的な考え方として、ハオルチアの葉は比較的乾燥に強いです。そのため乾燥気味に育てるのが良いとされており、乾燥が原因で枯れることは少ないかと思います。ただ過度の乾燥は根や葉の傷みにつながるため、乾燥しすぎるのも良くないと思っています。これ一つはい、これ私が一番最初に手にしたトゥルンカータなんですけれども、いろいろ調べると土の湿りっぱなしは根腐れにつながると知りまして、この用土は水はけが悪いから変えないとなりました。で急いで日向土に変えました。日向土は鉢底石ですね。でその結果やっちゃいました。これ根腐れです。水あげてなかったんですけどね。これは推測なんですけど、水はけが良すぎて根が乾燥して傷みが入ったところにフザリウムやリゾクトニア、あとピシウムみたいな嫌気性微生物が繁殖してしまったんじゃないかと考えています。この根腐れの考え方についてもまた今後お伝えしていければなと思います。でこの経験以降、僕は乾かしすぎない水やりを続けています。ということで、土の乾き具合を知る方法を6つお伝えします。1つ目は鉢を持って重さを感じるです。いやそんなんわかるかいってね。実際半年くらい育てているとなんとなくわかるようになるんですけれども、感覚頼りなので初めて育てる方には難しいかなと。そこで2つ目の方法がサスティを使うです。サスティは園芸店やホームセンターでも普通に取り扱いがあると思います。500円くらいかな。でこちらを株のそばに刺して使うものとなっておりまして、中にフェルト芯みたいなものが入っており、水分を感じると中の芯が白から青に変わります。土が乾くとまた白に戻るので、白くなったら水やりの合図です。ただ用土との相性もありそうで、感知部分に土が当たっていないと湿っているのに白くなっていたりと、過芯は禁物。3つ目の方法が重さを測る。これ熱帯植物栽培家の杉山さんがおっしゃってた方法で、乾き具合を数値化できるという方法です。使っているはかりは普通に料理に使うようなはかりです。土がこぼれるので直接置くのはやめた方がいいです。まず乾ききった状態の株の重さを測ってください。植え替え直後とかが最高ですね。僕は直接置きますけどねで、この子はレッドブルの子株ですね。さて気になる体重ですが、149、150g ですね。で、この 150g というのがこの子の土が乾いた時の重さになります。なので、水やり後定期的に重さを測っていただき、 150g 前後になった時が水のやり時といったイメージです。で一応水やり後に時間経過で重さが軽くなっていくというところもお伝えするために、水やり後の重さも測りますね。今水やり中です。ちなみにこのはかりの汚れ具合から、僕が普段から料理をしていることが伝わるでしょうか。こんなんとかこんなんを作ったりしています。はい、戻ってきてくれへんかな来たやっと帰ってきましたね。で、水をあげた後なので、もちろん重さは182g になりました。ここから乾いていくにつれて、どんどん重さが 150g に近づいていきます。画期的なこの方法なんですが、この方法にも弱点はありまして、株が成長するにつれて重さが増えるので、基準とする重さも変わっていくんですね。今回で言うと乾ききると 150g のはずが 155g になってるとか、あとは株数が増えてくるとちょっと管理しきれない、時間がかかってしまうというところですね。ただ今回紹介する方法の中では一番正確性が高いと思っています。数値化できますからね。で3つ目は鉢底石を見るです。多くの方が水はけを良くしたり土漏れ防止のために鉢底ネットとか石を使われてると思いますが、鉢底石の場合その色で湿り具合が分かります。僕は日向土を使っていますが、乾いた時は白っぽく、濡れると茶色っぽくなります。スリット鉢だと確認がしやすいですね。
でどっちが乾いた時でどっちが湿っている時か分かりますか？これ画像や動画だとあれなんですけど、実物はもう一目瞭然で、左が濡れている状態、右が乾いた状態です。今回台本用意したんですけど、これはこれでで、4つ目の方法ですが、透明鉢を使うです。これは今でも使っている方法で、土や根の状態を見ることができます。これ非常に便利だと僕個人的には思っています。で、大体はこの黒い 2.5 号鉢を使っている方が多い印象で、ちなみにこの子は白雪絵巻です。お店で弱っててお迎えしたら貝殻虫にやられていた子です。ただこの子のおかげで害虫の怖さとか駆除の仕方を学ぶことができたので、これも思い入れがあります。で、こちらが透明鉢です。こんな感じで根の様子が丸分かりなんですね。ちょっと見にくいんですけど、伸びてる根が見えますかね。ちなみにこの子はダビリです。ちょっと幅広なタイプですね。で、ごめんなさい、ちょっとうまく映せなかったんですけど、土の湿り具合もこんな感じで見れます。壁壁面がちょっとこの湿ってる感じ、濡れてる感じで分かります。はい。で、通常根に光が当たることはないはずなので、この根が見える状態っていうのが株にどのような影響を与えるかはごめんなさい、ちょっとわからないんですね。ただ1年近くこの鉢を使っていますが、今のところは特に問題ありません。で、5つ目ですね。これが最後の方法ですが、正直初めての方には個人的に難しいと思うので、私はおすすめしませんが紹介しますね。最後の方法は水切れのサインを待ってから水をあげるです。ハオルチアは水分が不足すると葉に溜めていた水分を使用するのでしぼみ始めますね。で、これが水を欲しているサインになるんですけど、水不足のしぼみと根腐れのしぼみの違いがちょっと分かりにくいと思うんですね。で、これ実際に水切れ状態の比較をお見せしていきます。はい、まずこちら先のが大丈夫な状態で、こっちがちょっと怪しい状態。どちらも同じ白ミュータントで、この子は発根したばかりなんで根がまだうまく水を吸えておらず葉がへこんでますね。色もちょっと悪いですけど、そのうち水を吸って元に戻ると思います。で、もう一つがこちらトゥルンカータですね。で、この子は水苔で育てているので水分はたっぷりあるので葉がもうプクプクして膨らんでますね。結構綺麗に育ってると思います。はい。で、一方こっちもですね、同じトゥルンカータなんですけど、葉はへこんでて色味もかなり悪いですね。これ根腐れか水不足かパッと見で分かります？僕はもう分からなかったんで鉢から出して根を見ました。で、触ってみると葉はブニブニしてて、ちょっと軟布病に似たような感触ですね。で、水切れなんであれば水をあげればなんとかなるんですけど、根腐れだったらって感じですね。で、こっちは葉全然動かないですね。といった感じですね。どうですか？さっきのトゥルンカータ、あれ水切れか根腐れか判断難しくなかったですか？あれちなみに正解は水切れでした。根っこ見ましたと、このように慣れてても判断難しいかなと思いますので、これは私の勝手なイメージなんですけど、水切れを待ってから水を与えるって普段から健康的な体を作るのではなくて、風邪をひいたらとりあえず薬を飲んでその場しのぎをしているように思っちゃうんですよね。イメージなんですけど、もうダメかも、助かった、またあかんかも的な状態を繰り返してると感じちゃうので、私はちょっとこの方法は初めての方には特におすすめしないとなります。ということで今回はこの辺りで、次回は水やり関係の話をしたいなと思います。それじゃあまた次回、ありがとうございました。ということで、ここからはちょっとやってみたかったやつを前回の動画のコメントを紹介します。デュークさんですね。おもりご You're back なんてこった、お帰り的なニュアンスで訳しとこうかな。はい。私実はこのハウルチア関係の動画を出す前に1年半ぐらいかな、ビートセイバーっていう VR の音楽ゲームの動画投稿、プレイ動画の動画投稿をしてまして、デュークさんはその時から見に来てくださっていた方です。Thank you for chatting, Duke. I was very happy to see you again. If you are okay, please come to see my channel. ち
なみに2年ほどゲームのライブ配信もやってまして、でそっちはずっと英語で喋ってたので勉強がてらね、日常レベルでしか喋れませんがちょっとだけ勉強してました。はい、続いて、武蔵さんですね。インスタからすごいですね。 YouTube これからも楽しみにしてます。ありがとうございます。スマホで見るには BGM ちょい大きいです。これほんまにありがとうございます。さっきもお伝えしたようにもともと音楽ゲームの動画投稿してたんでボリュームそのまんまにしてたんですね。なのでちょっと BGM めちゃくちゃ大きかったみたいで、これほんとごめんなさいって教えてくれてありがとうございます。今回ちょっと調整したんで多分大丈夫かな